マビュージルカギターセナです。今日のテーマは V 系はこれがなきゃライブできない5選。いやこれね、最近結構考えたことがあって、登山に行くんだったら最悪これがあれば山頂までたどり着けるなみたいな、海に行くんだったら最悪これがあれば行けるなとか、これがあればなんとか生存できるなとか、なんかあるじゃないですか。で、僕に置き換えて考えたら、これがあれば最悪ライブというものをなんとか成立させられるなみたいなものは何かなって考えて5つにまとめてきたので、今日はそちらを発表していきたいと思います。それでは5つのうちのまず1つ目はカラコンでございます。ほとんどの人がカラコンを着用しているのではないかなと。やっぱそれはメイクが映える。まずメイクが映える。で、僕とかに関して言えば視力みたいなところもある。僕ね、結構視力 PC 作業が多いからか分かんないですけど、結構悪くてって言っても最悪裸眼でなんか生存はしていけるみたいな。最悪生存はできる。なんかもう本当にたまにいらっしゃるじゃないですか、ホワイトアウトみたいな。そんな感じではないです。ホワイトアウト現象にはならないけど、まあ生活しづらいよねみたいな、なんかストレスたまるなみたいな、そんくらいです。4分の1ホワイトアウトみたいな、そんくらいなんで、まあ生存はできるんですけど、まあその辺がちょっとあれかなっていうことで、5つのうち1つがカラコンを選定させていただきました。ちなみになんですけど、カラコンがなかったらどうなるっていう。生存はできますよ、そりゃなんかね、カラコン着用してなくても生きてはいけるわさ。ただまずカラコンがない、視力が低下している、つまりギターどこ弾いてるか見えない。それはないか。でも本当に視力がっていう方だったら、もう見えない可能性も十二分にあるし、なんならなんかもうステージとかどこがどこだか分かんなくて、もう当たり散らかすっていうね、常に事故みたいなにもなりかねないし、もうボーカルとの距離も測れないから激突、ベースとの距離も分かんないから激突、ドラムも激突、最悪ステージから落ちる可能性もありますからね。だし、もうなんかステージから出てっちゃう可能性もありますからね。どこだいう可能性もある。あとはまあカラコンのそのファッション的なところで言うと、カラコンつけてない状態でこう一応ね完成しましたってなったところで、なんか足りないなみたいな、なんか薄味じゃんみたいな、なんかタコの入ってないたこ焼きみたいな。いや一応形にはなってるんですよ。形になってるけど、なんかこう最後のこうあれがないなみたいな、あれがね、最後のあれがないなっていう感じなんで、カラコンなしでステージに立てと言われたら却下、帰る、ないことがないからね、そもそも。はい、というわけで1個目がカラコンでした。続きまして2つ目がメイクさんでございます。はい、メイクさんですね。もうこれはね、自分でメイクしてますけどっていう方もいらっしゃると思うんですけど、僕とかも自分でそのメイクする時もあるんですけど、やっぱねプロの方のメイクに一度ね慣れてしまうと、いやこれはね、しかもライブ映えするメイクっていうのを、ツボを分かってるというか、やっぱねここがねっていう感じなんですけどね。そんなこんなでメイクさんいないと、特にメイクはなんとかなったとして髪どうすんのっていう話なんですよ。もうV 系の方々とかね、特に暴れたりとかするじゃないですか。そういう時に普通の人がやったらもうすぐにね髪とか崩壊すると思うんですけど、なんで崩壊しないのっていうのはでも皆さんね疑問に思ったことあると思うんですけど、それはねもうメイクさんゆえです。ちなみにメイクさんいなかったらどうなんのっていう話なんですけど、まずちょっとシミュレーションしますね。まず楽屋入って「おはようございます」っていう相手がいない、なんかちょっと空虚だよね。まずその辺でちょっとなんか今日はなんか空いてるな感がまず出る。あと次は、実際メイクされるってなった時に大変だよね。単純に自分でこうメイクするのと第三者がこう見ながらメイクしてもらうっていうのがかなり違うと思うんで、その辺で大変かなって思うのと、あとね髪はねもう意味不明になるでしょうね。
ライブ開始3秒で多分終了するかもしれない。僕はなんかそんなにめちゃめちゃ暴れ倒すとかそういう感じではないので、そういった意味ではいい戦いになるかもしれないんですけど、すごいね、ビジュアル系の激しいパフォーマンスをする方は多分3秒で終了ですね。仮にですよ、じゃあメイクさんがいなくて、じゃあメンバーで髪やりますみたいなった時に依頼するとしたら、うちだとね、やっぱ誰だろうな、大佐かな、ドラム J。 なんでかっていうと、逆毛立てるのが速そう、タタ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 みたいな、ブラストビート逆毛みたいなね、ちょっと何言ってるかわからないですけど、でなんで他の2人ダメだったかっていうと、まずリッチョは破壊しそうだよね、破壊しそうだし、ブちゃんは自分の長い髪に慣れすぎて、なんかちょっとよくわかんないわとか言いそうだから、ちょっとないかなっていう、そんな感じでね、2つ目がメイクさんでした。続きましてもう3つですよ。5分のもう2来たからね。ただ今のところこの2かけるともうダメなことはもう分かってもらえたと思うんですけど、この3もねだいぶです。3は衣装でございます。ステージ衣装でございます。はい、こちらね想像していただけると分かると思うんですけど、その私服から着替えて衣装でライブやるんですけど、仮にですけど衣装がなかった場合、本当に何しに来てんの、もうステージ出ました、いや何しに来てんのっていう状態になりますね。例えば僕だけ忘れたってなった時に、まず2通り考えられるじゃないですか。メンバーは衣装を着て僕だけ私服なのか、それか私服に合わせてみんな私服になるのかっていう、どっちもみんな私服だったらトーナリティは取れるよ、トーナリティは取れるけど、いや何しに来たんだよ、どう乗り切る気みたいな、この感じどう乗り切る気ってまずなるし、1人だけ私服だったとしてもそれはそれで、いや4分の1どう乗り切る気ってなるんで、ジルカはちなみにそういうことは今まで一度もないんですけど、ただ1回ですね、ライブ直前に僕のアームカバーがないっていう話だって、僕アームカバーだけこう別パーツみたいになってて、アームカバーがないぞみたいな話が指導して間もない頃に1回あったんですけど、その時はオフィスの方にパーツが落ちちゃってたらしくて、それをね急いでマネージャーに取りに行っていただいて事なきを得たみたいなね、そんなエピソードがあったんですけど、いや本当にね、もうここの1パーツだけでもないと現場がね殺気立ってましたね。セナの左腕ないのみたいな、そのぐらいね衣装大切なんで3つ目に、選ばせていただきました。私服でステージに立てと言われたらどうするか。私服でステージに立てと言われたらもうね却下帰宅。続きまして4つ目はですね、ギターでございます。これはね僕がギタリストだからっていうのもあるんですけど、単純にギターを弾くライブをしに行ってるっていうことで、ギターがないってね、それすなわち山がないところに登山行っちゃうみたいな感じなんですよね。山がないところに登山行っちゃう感じなんですよね。海がないところに海水浴行くみたいな感じなんですよね。そのぐらい意味不明なんですよ。ギターを弾きにライブに行ってるわけなんで、ギターがなかったらっていう、ちょっと考えたらギターなかったらどうするんだろう。ギターアンプとかはセーフなんですよ。なんでかっていうと、ライブハウスってギターアンプとかを貸してくださる場合があるんですよ。レンタルでそもそもある。ただギターはないんですよ。ギターとかベースとかはないんで、これはねもうギターマストだなって思いましたね。ギターがなかった場合はもう本当にあれですよね、帰るしかないですよね。帰るか買いに行くかというわけで、ギターを4つ目に選ばせていただきました。はい、そしてですね、5選のうちのようやくこの最後5つ目の発表です。こちらですね、ちょっと美談にしちゃっていいですかね。ちょっと美談にしちゃって最後まとめようかなと思うんですけど、5つ目はメンバーでございます。
はい、やっぱねジルカもそうですけど、大抵のバンドはね全員集まって一つみたいなね。うちだと4人集まって初めてジルカみたいなところあるんで、1人でも欠けちゃジルカじゃないかなっていう意味で、メンバーこれは必要でしょっていう、メンバーがいないライブ考えてみたんですけど、いや成り立たないかなっていう。ボーカルがいないとそれはそれでね、なんか楽器だけのインストゥルメンタルみたいな感じになっちゃうし、ギターがいないといや結構ね占める割合が多くて、でベースもそうなんですよ。ベースもそうだしドラムも占める割合が多いなっていうことで、やっぱね誰一人欠けちゃいけないのかなっていう思いまして、はい。というわけでタイトルはねビジュアル系はこれがなきゃって言ったんですけど、結構僕に限った話かもしれないですね。僕はこうですね、僕はこの5つがないと、他にもあったんですけどね、でも今回とりわけこれがなきゃもう絶対ないなっていう5つを選ばせていただきました。逆に言うとこの5つさえあればなんとかなるってことなんですよね。最悪カラコンとメイクさんと衣装ギターメンバーがあれば、もう全国津々浦々どこに行ってもライブができるみたいなね。細かいものありますよ、いろいろ機材とかなんか装飾品とかいろいろあるんですけど、最悪それはなくてもライブはできるなって思いましたね。やっぱこうやって考えてみると逆にこの5つあればなんとかなるのかっていう思いましたね。というわけで、皆さんもライブをする際はぜひこの5つはお忘れなきをやっていただければなと思います。というわけで、またネクストビジョンで会いましょう。セナでした。